はい、というわけで、今回は、ディアゴスティーニの RB19 を作ろう、第2回目でございます。一つ前の動画見てもらった方はなんとなくわかると思うんですけど、連続でやってますけども、1号目とね2号目は、同時に届きましたんで、今回は、前回はこのフロントウィングのこの、ウィングの部分、メインプレーンとその上側の2枚とノーズをつけるというところまで行きましたけど、今回は、そのさらにこっちがメインか、こっちがメイン、どっちがメインわからん。こっちがその下側かな、下側のウィング、それと翼端板ですね、翼端板、これは裏返すノーズの裏側ね、それとヘイローついてますんで、ヘイローはただ開けるだけになると思いますけど、はい、では開けていきたいと思います。はい、というわけで開封いたしました。はい、開封したっていうのブリスターパック開けただけなんですけど、はい、で、今回はですね、さっきも言いましたけど、こういう感じですね。ヘイローはもうね出すだけなんで出しましょうか。で今回からもうマイドライバー投入しました。ちょっとついてるドライバーではちょっと足りなさすぎるような気がしたので、まだね連続して撮影しますんですいません。手袋は、まだ届いておりません。すいません。よいしょ。ではヘイロー重っ、マジか。なんでしょう、これなんて言ったらダイキャスト製って言ったらいいのかな。これプラスチックではないですね。このヘイローだけなんか土台つけてどっか飾りたいぐらいですね。1号2号だけ皆さん買うのいいかもよ、ひょっとして。このヘイローだけなんか額っていうかな、土台つけてなんか壁飾るのはなんかちょっと面白い。ヘイローだけもちょっと公式あるんですよね。はい、まずヘイロー。そうなかなかこのブリスターから上がってこうへんなと思ったらダイキャスト製でございました。はい、ウィングはね、プラスチック樹脂製ではありますけど、何樹脂か分かんないですけど、はい、まずはじゃあちょっと一旦横を置かせていただきます。この辺置いた方が分かりやすい。ちょっとでも見えてる方がいいかな。ほら音鳴ったでしょう。はい。で、今回は、これは 2E ね、ヘイロー。これは2E って書いてますけど、これヘイローはヘイロー。で、あとは 2A、ウィングの下側ですね。それと、翼端板が 2B と 2C とノーズ裏が 2D ということでございます。で、まずステップ1、2の1ですね。ステップ2の1。この間ブラーンって感じでしたけど、この翼端板をつけてこのウィング系を固定っていうことかな。これはでもどうやって、なんかはめろって書いてるだけ、はめろって書いてるだけだけど、はめるだけでいけんの？本当かなこれ。とりあえずやってみましょうか。ちょっとこれ避けますね。避けます。でフロントウィングさんまた出てきていただきまして、まずこっちがですね、この翼端板をこっち側へ、こっちですよね、ここへはめろって書いてあるだけなので、はまんの？ほんまにはまんの？これガッタガタ。この間っていうかね、1回目の動画で言いましたけど、ガッタガタ状態なんで一回はめてみましょうか。どこへここにわかるかな、ここにほら穴が開いてるんですよね。でこのウィングの端にもこうやってガタガタってね、こうピンと合ってます？これ出てるので、そこへはめ込んでいくっていう形ですよね。どこへどうはまんの？一番後ろから多分この一番後ろの穴がこの子ですよね。この子
一応入るかな。入ったけど、入るだけちょっとわかるかな。これで合ってんの本当に。ちょっと待って、マジでネジで止めるとこも何にもないからね。わかるかなこの一番、そうですね、前の2つのところがこの大片方のウイングなんで、そうですね、後ろ2つへはめろっていうことのようです。どうやら合ってるっぽいんだけど、はめるだけで止まらんやろ。どうせいっちゅうのこれ、マジで。はめるだけでは固定にはならんでしょう。これボンドで止めなさい系？本当に？これ絶対止まらんよ教えて、偉い人。あれ？案外止まる？止まらんよね。そりゃそうよね。これどうしたの？凍りつくから、パーツパランと落とすたんびに。ちょっと待って、マジでどうしたらいいの？これはもうちょっとここの根元のネジ緩めた方がいいのかな。強く巻きすぎてるからウイングのそもそも揃ってない。ちょっと緩めます。ちょっと一巻きほど緩めていました。その方が揃う。でウイングをもう一度。どの程度入れたらいいのこれ。ほんまにカチッって言うとかそんなんある？浮いてんすよね。ちょっとわかるかな、入れただけやったら。でも硬さが、いやマジでこれはなかなかやりにくいですよ。一番後ろからまず入れてみようかな。映ってない。本気ですかこれ本気ですか？ディアゴスティーニさん、本気ですかこれ。いやマジでね、ちょっとね、どこにどんだけ入れたらいいか分からん。マジで、こう見えて割と F1 のことは割と知ってるつもりなんで、内側とか外側は間違えてないですこのね、こういうパーツ、なんていうパーツなんかわかんないですけど、ついてるこれが外側で、これ間違いないです。間違いないんですけど、どのぐらいの強さではめ込んだらいいのか全然わからない。怖え、本当に怖え。これ1000円とか2000円ぐらいのプラスチックパーツっていうかプラモデルやったらバチッていきますよ。私根性入れていくんですけど、価格しかもなんか塗装剥げるのも嫌でしょ。ちょっとディアゴスティーニさん作りに来てくれるかなちょっと待って、ほんまにわからん。ちょっともうちょっとマニュアル見てみます。ちゃんと。はい、もう一回マニュアル見直してみたんですけど、なんか別になんてこと書いてないんで、マニュアルの順番でいくと、このメインのやつ挿して、その後これとこれも入れろみたいなことを書いてるだけなんで、もうちょっと気合い入れて一回挿してみましょうか。まずこのコラですよね。パチンっていう感じがあるのかな。まあまあ硬いんですね。硬いのは硬い。
ああ、そうですね。結構結構グググって刺していくとあれですね。ただね、こいつに指かけたくなるんですけど、こいつに指かけて押しちゃうと多分パキンっていくと思うので、こいつ根元でなんていうんですかね、接着剤止まってるだけなんで、これ気にした方がいいですね。ちょっと手袋がないのでもう一回ここをちょっとそうですね、グッっていう感じでこれはなかなか厳しい。でも変に力かけて横にやっちゃうとバキンって多分いっちゃうと思うので、気にしながらゆっくりとゆっくりとグッと力を入れていかな。とりあえず奥まで刺すと、まだでも隙間、今分かるかな、隙間空いてるので隙間がないように入れないとダメなのかな。でもまあまあの硬さで止まってるのは止まってますね、もうすでに。これ以上ちょっと入れるのは難しそう。完全に隙間が埋まってるわけじゃないんですけど、ちょっとグイグイって感じで押し込んでいったらまあまあ入っていった感じですね。これでも止まってるのは止まってますね。全然止まってますね。じゃあ次2番目入れましょうか。ただ1番目これ入れちゃうともう2番目キッズ入んないかな。入んないかも。全部同時に刺さんと無理ですね。メインだけ入れちゃうとあとは入らんっすね。一旦抜きます。全部いかないとダメですね。全部同時に。マニュアルの書き方もう一回、怖いですけどもう一回。見えてますかね。よいしょ。同時なら入っていくかな。1決めはちゃんといけてますね。いやでも刺すの難しい。逆に後ろ側のこの後ろ側のたちから刺していった方が入れやすそうな感じがしますね。いずれにしても奥まで入れるのはちょっと無理かな。かといって削っちゃうとゆるゆるになりそうですしね。怖えなほんと。で外側が入るとこの支柱とかも、今ちょっとピント合ってないかな、この支柱とかも入りちゃんと決まりますね。外側決めてやると。ここも入ってる。これでここも入ってるのかな。一応裏側見るとパーツが入ってないか。入ってないっぽい。どうなってますか、ディアゴスティーニさん。非常に厳しいここもちゃんと決まってないっ
ぽいですね。わかんないですけど、ここももう先に入ってる状態で外の翼端板入れないとうまくはまらないかも。ちょっと傷つけるの嫌なんでもう一回外しますね。外れるかな。もうはめるとまあまあちゃんと決まっちゃうんで、よいしょ、ゆるくゆるく、はいはい。ここをまずもうこの支柱乗せとかないと。でもこんなもんなの？ひょっとしてちゃんと入らんっすね。ここはここで難しい。わかるかな。ここの支柱ね、この支柱のところ、ここはここで収まりが悪い。まあでもこんなもんなんですね。もうこれがバンダイさんとかタミヤさんと違うところなんでしょうね。よし、でもう一回後ろ側から2枚目32枚目32枚目3。こんなとこ指かけるなって話ですよね。やっちゃった破壊王と呼んでまあまだあれですけど、このね、これ何やろ、センサーのところかな。変なところに指をかけてしまったので外れました。ここはもともとボンドで止まってたっぽいので、ちょっとボンドもちろんありますんでね、ボンドで止めますね。はい、とりあえず攻め台んで瞬間接着剤でやるとね白くなっちゃうんでダメなんで、とりあえず事なきを得た感じでございます。皆さん気をつけてくださいね。気をつけないと本当に指かけるところ変なところに、こんなところにパーツが出てるとは思ってもなかったんですけど、さてもう一回、どっちか分からなくなってきた。落とした。声もう。よいしょ、もう一回いきます。はい。もう冷や汗かきながらこう見た。よいしょ。まずこの支柱のところをちゃんと、この支柱ももう攻め台んで止めたくなってくるね。これなんかちゃんと合い方があんのかな。今ネジ、根元のネジはまあまあ緩んでるんで、バカみたいになんか違うところで無理やりはめに行こうとしてるわけじゃないと思うので、こんなもんなんでしょうね、きっと。この根元支柱のところが、これでいきます。あんまりもうパーツとパーツが擦れるのも嫌なんで、結構ね、ここのウイングの端のところ結構擦れるんですよね。わかりますかね。これ今隙間空いてるのわかります？これを後ろ側の子から2番目、そして前の子と、はまるとやっぱりね、この隙間がちょっとわかります？ちょっと白いティッシュ置いたらわかるかな。わかるでしょ。たまにチラチラと見えてるでしょ。ここがね、この
完璧に見えなくなるまできっちりはまるってことはどうもまた落とした、どうもなさそう。あんのかなもうちょっとグリグリしながらもうちょっとだけはめておきましょうか。もうなんかもう変にやるんだったらもうなんか攻めラインとかで止めた方がマシのような気がしますね。はい、とりあえずはこんなもんかな。さっきはもうちょっと入ってたかな。どこまで入れるのが正解なの？やっぱもうちょっと入るね。怖いもん。ちょっとこうやってこう揺らしながら。さすがにでもこの2番目の子はもうちょっとなんか削ってやった方が入りがいいのかもしれないですね。まあこんなもんかな。ここの多分こいつの出っ張ってるこいつのここのサイズと穴の大きさが違うんでしょうね。やっぱバンダイさんってすごいんやな、ほんと。いろんなところのサイズがどうも違いそうですもん。絶対66,000円のニューガンダムの方が絶対いいでしょう、成形は。よし、じゃあ反対側いきます。反対側の看板出ておいで。反対側の看板また同じようにこの出っ張りのこのパーツと外側ねの整流板みたいなやつ、こいつには指かけないように、かつ学んでるんでね、後ろ側の子からこの順番で刺していきます。でちょっと揺すってあげながらこんなにサイズちゃいますかって感じ。でもこっち側のこの方が収まりがいい感じ。ウイングの支柱は似たような感じですね。バッチリって感じはなさそう。同じようにちょっと揺すりながら前後って感じかな。後ろを押すとこっち側押すとちょっと上側が開くので、また今度上側をちょっと押してって感じです。まあでもこんなもんっぽいですね。どうも何回も言いますけどバッチリ隙間が埋まるってことはなさそうなので、よし、はい。ごめんなさい、カメラ切っちゃった。はい、どうですか？かっこいいですよね。これだけでも本当これだけでもいい。はい、で、次はもう一個ウイングですね。もう一個ウイング、レッドブルって書いてあるやつです。この子がここへ、この子はちょっとネジではないので、ここにはちょっとね支柱は出てますけど、ここへ入れるだけになると思われるので、そう全然サイズ、ここか、ごめんなさい、ここじゃない、ここは裏側止めるネジですね。ここですね、この先っぽです、はい、全然入らないと思った、びっくりした。はい、ここがちょっと浮いてて、全然ここも全く
驚くほど入っていかんすけど、ちょっとあんまりにしといて、この外側先はめましょうか。外をはめる。外をまた押すところを気にしながら、ちょっとね揺すりながらクイクイクイっと、なんか反対側こっちがもうなんか入ってた感が、またちょっと指をかけるところを気にしながらクイクイと、ちょっと揺すりながら押し込んでいく感じですね。やっぱりちょっと削った方がまず間違いなく良さそうですね。で最後はここもうちょっと入るのかな。全く入っていかんけどいいのこれでこんなもんなんかな。まあ見た目はおーかっこええ、迫力ある。こんなもんですか。ちょっと削った方がいいんですか。削る勇気ないですけど、穴をもうちょっと開けてやろうっていう勇気はないんですけど、さすがにもうちょっと収まってくれた方が安心するんですけどね。ここわかるかな。支柱と収まると思われるべきところの部分が浮いてる。ピンと合ってるかな。合ってないね。ちょっと考えてみます。わかりました。ですね、このウイング持ちながらですね、この上ちょっとピンと当てるのって申し訳ないんですけど、ちょっとこう揺すりながら、こうやって揺すりながら、そんな別にめちゃくちゃ力入れることもないので、ギューって揺すってると、こう分かりますかね。さっきと明らかに違うぐらい奥までしっかりと入ったので、これでいいと思います。こんな感じなんですね。どことも多分接合部分は。なのでこの端なんかももう本当にこういうところにね、指かけないように気をつけながらグッてこう押してやる。そういう感じ。どうやら全てはそうなんですね。でもそれにしてもちょっとサイズ合ってないですね。難しいですけどね。軽く自信のある人は軽く削ってやった方が収まりはいいのかも。そしてボンドとかで留めた方がいいのかもしれないですね。もうちょっと後で全体的なことは見ながら考えていくことにします。今すぐにはちょっとボンドは考えずに、どうもやっぱりサイズが違う感じですね。はい、いいでしょう。はい、こうしておきます。はい、であとはネジ止めですね。よいしょ。こちらですね。2本のネジで留めなさいよと。今回も予備と含めまして3本のネジが入ってますので、使うの2本なんですけど、常に予備入ってくるので、予備ちょっと何があるかわからないんでまとめて置いとこうと思いますけど、よいしょ。開けにくい。今までもね、なんか NSX だとか GTR とかいろいろありましたけど、こんな感じだったんかな。ちょっとなんとも怖い感じですけど、ではネジを、あとこれネジ穴ちょっと切っといた方がいい感じなのかな。これ今回蓋するだけだから大丈夫か。そういえば前回ちょっと全体的にちょっと緩めてあったので、ここの根元のところをね緩めあったので、もうちょっとだけ締めておきます。ガッチガチじゃないですけど、軽くゆる止めぐらいの感じ。さすがにちょっと今回はもうちょっとだけね。この間ウイングの
ハマりがあんまりだったので自信がなかったので割と緩めにしてましたけど、はい、ちょっとだけしっかりめに留めさせてもらいました。完全に締め切ってはないですよ。はい、でこの子ですね。はい、で、この2箇所、今回はあんまり気にせずに留めに行って大丈夫でしょう。よいしょ。言うて締め切ってはないです。締め切ってはないです。軽くやっぱりほんのちょっとより気を残した状態で留めてるとこまで今締めてます。はい。ということでございます。はい、できた。いやかっけこういうね、この後組み上がっていくところのこの穴は今気になりますけど、ここのパーツだけあったらもうこれだけでも満足かな。まあまあ実はすげえかっこいいヘイローと含めて、今回はヘイローは何度も言う通りもうただのお飾り状態でございます。はい、ということで、第1号第2号が出来上がったらこんな感じになるということでございます。やっぱでかいよね。本当私何度も言う通り手まあでかい方なんですけど収まってないもんね。はい、というわけでございました。とりあえずは2号まで、組み上がったところがこんな感じでございます。また来月、3号4号とやってまいりますのでね、すいませんが、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いしておきます。みんなで一緒に組み上げていく感じで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。さよなら。